2022年6月の夜、画面の中で7人が泣きながらご飯を食べていました。防弾会食、デビュー記念日に合わせて配信されたあの映像、BTS が活動の休止を告げた夜です。あの映像を見たとき、あなたは何をしていましたか？12月、ジンが最初に軍隊に入りました。J-HOPE が続き、SUGA が続き、RM と V が同じ日に入隊し、そして最後にジミンとジョングク。それから3年9ヶ月。2026年3月21日。ジョングクがクアンファムンのステージで言った言葉。ポゴシポスムニだ。会いたかったです。この動画では、あの夜、クアンファムンで何が起きたかをお伝えします。なぜ、クアンファムンだったのか。クアンファムンは、ただの広場ではありません。目の前にそびえるのは、キョンボックン。朝鮮時代、王が歩いた道がそこにあります。この場所は、600年間、韓国の歴史の中心でした。朝鮮王朝の政治の場であり、1987年の民主化運動では、デモの中心地になりました。その場所で、BTS はアリランを歌いました。アリランは韓国の民謡です。600年の歴史を持ち、地域ごとに3600以上のバリエーションがある。離別の歌であり、抵抗の歌であり、帰還の歌。2012年にユネスコの無形文化遺産に登録されています。3年9ヶ月の沈黙の後、7人が帰ってきた場所がクアンファム。そして歌うのがアリラン。これは偶然ではありません。衣装にも意味がありました。クアンファムンのステージ衣装を手掛けたのは、韓国のデザイナーブランド、ソンジオ。クリエイティブディレクターのジェイソンは、複数のメディアにこう語っています。コンセプト名は、リリカルアーマー。叙情的な鎧。朝鮮時代の武将が着ていた鎧の構造と、韓木の流れるような柔軟性を組み合わせたデザインです。最初は、伝統的な鎧を再解釈しようとした。でも素材を重ねると、硬くなりすぎた。パフォーマンスで動きが多いので、韓木の柔軟性を取り入れて、強さと自由のバランスを取った。そして7人には、それぞれ異なる役割が与えられていました。RM は英雄。ジンは芸術家。SUGAは建築家。J-HOPE はソリックン。パンソリの歌い手です。ジミンは詩人。V はドリョン。朝鮮時代の貴公子。ジョングクは先駆者。パンソリとは韓国の伝統的な語り歌のことです。一人の歌い手が太鼓の伴奏だけで、歌と語りと演技をすべてやる芸能。日本の浪曲に近い形式で、2003年にユネスコの無形文化遺産に登録されています。デザイナーはこうも語りました。韓国の歴史と感情は、韓という言葉から始まる。BTS のメンバーを、韓国文化をより明るい未来へ導く、英雄的な人物として再解釈したかった。韓。悲しみと忍耐。それでも前に進む力。韓国の人々が何百年もかけて培ってきた感情です。アルバムのタイトルがアリラン。歌詞には民族の心、異常なし。そして衣装のコンセプトが韓。音楽、歌詞、衣装。3つがすべて韓国のアイデンティティでつながっています。セットリストは全12曲でした。前半はボディトゥーボディから FIA まで。攻撃的で宣言のような曲が並びます。帰ってきた、ではなく、ここにいる、と叫ぶ構成です。後半はスイムからミクロコスモスへ。内省的で、静かで、深い。うまく泳ぐ必要はない。ただ毎日泳ぎ続ける。クアンファムンは帰還の宣言。ツアーは帰還の後の物語。
セットリストの設計自体がその意図を示しています。MC でメンバーたちが語ったことがあります。ジンはこう言いました。プサンコンサート以来、こうして来てくださって本当にありがとうございます。ジミンはこう言いました。7人でまた会えて本当に幸せです。そして私たちもいつも怖くて。シュガはアルバムについてこう語りました。アイデンティティを込めたかった。だからアリランをタイトルにした。そして RM。答えは外ではなく中にあった。クアンファムンの MC で注目すべきは、少なくとも3人のメンバーが異なるパートで同じ感情を語ったことです。忘れられたのではないか。確信が持てない。怖い。3年9ヶ月。世界で最も有名なグループがステージの上で怖かったと言った。これは台本ではありません。コンサートが終わった夜、V が一人でリバースライブを配信しました。ご飯を食べていない。2時間しか寝ていない。下は寝巻きのまま。翌朝にはニューヨークへ出発するスケジュール。それでも V はアルバムを1曲ずつ流しながら30分間画面に向かって語り続けました。ライブをつけた理由はアルバムが出たから。たくさん可愛がってくださいって。本当に頑張って歯を食いしばって出したから。アーミーの皆さんの顔は見えないけど、一人で独り言を言いながら話すのをアーミーが喜んでくれるなら100回でも話しに来ます。この言葉はクアンファムンのどんな演出よりも BTS とアーミーの距離を示しています。2022年6月、7人は泣きながらご飯を食べていました。2026年3月、7人はクアンファムンのステージに立っていました。その間の3年9ヶ月、あなたがウィバースを開いた夜も、過去の動画を見返した夜も、同じ曲を何度も聴いただ夜も、全部、この夜につながっていました。BTS2.0 が始まりました。